中原さんがマネージャーのアニサキスで倒れたりとか、アニサキスで倒れましたね。あれはびっくりしたよ。胃の激痛をね訴えて病院に自力で行ってね。抜け殻だったもんね俺2日ぐらいね。そうなぜかね草薙の方がなんか、なんだろうな元気ないというかね。マジで本当いやスピード感がすごかったからさアニサキスって分かったのは、結局もう最後じゃんか、だけどそのアニサキスって分かるまでに検査とか、結構その病院運ばれたら行ったみたいな、で検査入院になったみたいな、で精密検査があるみたいな、で翌日再検査みたいな、このスピード感がすごくて、あれ死んじゃうんじゃないかみたいな。結構そう早いのよねそうなるまでが、だから電話来てね草薙から。俺宮下にめっちゃしたもん電話。めっちゃ電話来たんですよ草薙から。聞いたって宮下そうなんか続報とかあるとかもういろいろ来て、お前の方に言ってんじゃないか。最初の電話の時になんか、多少ねその中原さんを心配する、こと言ってたんですよ。大丈夫かなみたいな感じで言ってたんですけど、もう二言目には、次のマネージャー誰なんだろうみたいな、もうすぐ殺すじゃんこいつっていう速攻で殺すんですよ。常にやっぱ最悪のことを考えて俺は行動してるから、誰なんだろうなみたいな、最悪のパターンを常に想像しとけばそれを下回らないからね。いや早いってせめてそうだな3件目の電話だ言うにしても1件目の二言目は。いやお前に対してもあえてちょっとワクチンを打っといたじゃないけど、こういう最悪のパターンもあるから覚悟しとけよっていう、お前に対してもこのクッションを1個あげたというかね、だから最悪のパターンを常に行動していけば助かった時すごい嬉しかったじゃん。だからいや結局でも良かったってなったよ、結局良かった。胃の激痛で、胃潰瘍かアニサキスなんじゃないかってもう中原さんがもう言ってたじゃん。メールというか LINE で来てたから、それもその2パターンだから自分のあれだから、自分のネットで見てなんかあれしてて、お医者さんのあれじゃなくて、それはお前だけよステージ4の胃がんを疑ってたお前だけがそれを疑ってたから。俺心配だったの。行き過ぎなのよいや心配だったの。分かるけどね、そうだったら嫌だなって気持ちは分かる。いや本当よかった、どうしようって思ったもんな。もう、結構なんか元気もなかったよ2日間ぐらいね。2日間なんかね、元気なかった。確かに2日間ぐらい元気なかった。よかった生きてて。でなんかさ、改めて大きさを中原さんが復帰してさ、一番最初の仕事の時さ、楽屋には来なくてさ、で俺らの収録が始まってでちょっとしてから来たじゃん。で収録終わってからだからなんかちょっとちゃんと話すみたいな感じでさ、話したけど、いやその時の態度も気持ち悪すぎるよ。なんかなんだった。いやなんかなんだろうな、なんか別にみたいな感じの俺はさ中原さんにさ「いやよかったっすよ」みたいな、なんかちょっと肩叩いたりなんかしてさ「いやほんとよかったアニサキスで」みたいな、なんか「お前病気じゃなくてよかったっすね」みたいな感じだったけど、なんか「お前別に」みたいな、なんか「お疲れっす」みたいな感じの気持ち悪いとすかしてた。何こいつと照れちゃって、照れちゃっていざ目の前に来たら照れちゃったな。好きな子が退院した中学生の反応でしょ。なんかまあ心配別にしてなかったよねみたいな。なんかあれ気持ち悪かったね確かに。あれ気持ち悪かったな。すかしてたな確かに。なんであんなすかすんの。なんか出ちゃうと、いや収録前スタジオだったじゃん、スタジオだったから収録終わりか、終わってもスタジオの中だったから、あんまここでなんか感情出すの良くないなって思って。いやそうならわかるよ。まだね、なんかそこでさ「うわよかった!」みたいな感じになってもさ、他の人からしたら知らんがなになる可能性もあるからさ、何事ってなるからさ、でも楽屋戻ってからもなんか俺楽屋戻ってからそうだったっけ。全然なんかよかったっすね病気とかじゃなくてよかったっすよ気をつけてください本当に、なんか食べ物とかはみたいなそんなだったあの態度。でもいやお前はだからお前が黙っとけばいい話で、それは、お前には電話してたからね、この心配してるっていう、だからお前は知ってるけど俺が心配してるっていうのを、他の人は知らないから、だから他の人向けに振る舞ってただけで、
いやいやそれがよくわからないなんだってで病気とかまあなんかアニサキスからそうだよ復帰して退院してて、いや入院してて退院して、みたいな人に対しての別に態度はそれがベターじゃん普通に。よかったっすねが。よかったっすね言ったけどな、よかったっすねぐらいは言ったよ。なんかでもよかったっすね。いやなんかそのよかったっすね言い方がなんかよかったっすねの言い方、まあよかったっすよみたいな。もういいぞいいぞあえてその振る舞って冷静に冷静だったよっていうその心配させないようにね中原さんを。ちょっとやっぱやめてほしいな、今後なんか嫌だったなあれは。あそう、まあ逆に俺は知ってる分ねなんかめちゃくちゃ心配してる。照れちゃったんだよ本当にねえ照れて照れちゃったね本当に、よかったって思って2日目でやっと言ってたもん。いや本当よかった中原さんみたいな本当よかったなんもなくてみたいな。2日目でなぜか一回寝かさないとそれができないっていう。だってそのいやそんなすぐ復帰するとも思ってなかったしこっちアニサキス取って次の日にはもう働いてましたもんねもうねすぐもう仕事も溜まってたから。あとこれ別になんか、まあ、どうでもいい話ではあるんだけどさ、俺中原さんのなんかアニサキスの言い方がなんか嫌でアニサキスって言うんだよそのどっちが正しいんだろうね、どっちが正しいんだろうと思って。確かにアニサキスって言ってた。俺アニサキスだとアニサキスと思ってたのよ。ニュースとかでもいやアニサキスって言ってたのね。確かにアニサキスって言ってた。そう中原さんがアニサキスってずっと言ってて、で俺は分かるように、アニサキスって言って訂正してくれるかなと思って俺はアニサキスを結構その言わなくてもいいタイミングでも言ってたの。なんか強調して、もうそれを言っても全然アニサキスそれはなんかちょっと地味嫌だったの。なんか確かにあれイントネーション2に置いてるアニサキスって言ってる。なんかねネイティブな感じなんでねアメリカの学者みたいなアニサキスアニサキスじゃないんかなと思いながら冷静だったんだね宮下そう俺は気づかなかったからさあというわけでまあよかった無事でそろそろお別れのお時間です。この番組では皆さんからもトーク.net です。放送終了後の土曜日午後1時から番組を丸ごとポッドキャストで配信します。以上宮下と草薙の宮下と草薙でした。前日にね同じ刺身を食ってたのよ。あじゃあ俺だったかもしれないから。うわ